養老渓谷駅に到着。駅内には足湯があるみたいです。このバスに乗ると有名な滝、粟又の滝に行けるみたいです。養老渓谷駅から滝までは6キロ弱あるみたいなので、バスを使うのがいいです。ちょっと歩くとこういった、山道を歩くことになります。粟又の滝入り口に来ました。ここが、粟又の滝の入り口ですね。結構ね、階段じゃないや、坂が急ですね。坂を下るとこういう感じです。階段がありますね。しかも結構急なんだよね。しかも石畳になってるから滑りやすそう。今ですね、階段を下ってきました。そしたらこの道がですね、すごい水の量に圧倒されてます。靴がびしょびしょになるんじゃないかなって思って、すごい。普通にこう歩くといける感じじゃんって歩けるじゃんって思うんですけど、この左側ですね、左側の水量がなかなかにあります。わかりますかね。溢れてるというか、こう水かさの量が結構あるんですよ。これ以上進めないんですけど、進んだらもう靴ごと濡れるので、ここで勘弁してください。今ここで僕の第一関節くらいですね、第一関節くらいまで水の高さがあります。もうね、ここがやばいです。ここもうちょっと行ってみますけど、多分靴がびしょびしょになるんじゃないかなって思います。もうやばいかも。靴下が濡れました。やばいっす。ちょっと見てくださいこれ。やばい。うわ靴がびしょびしょ。危ないですよ。でも普段だとやっぱり全然この歩道しかなくて、向こうまで行けるんですけど、あっちまで行けるんですね。岩の後ろの方まで遊びに行ける感じなんですけど、はい、もう全然ですね。だってもう洪水みたいになってますもんね。すごい。雨の後とかそっかそっか。昨日雨。じゃあこれ普段見れない景色ですね。全然違うと思う。前回来た時滝はどこっていう感じ。そんな滝なのに滝じゃなかったんですね。全然流れがどんななくて。そうなんですか。でもめっちゃ癒されました。だってもうマイナスイオン浴びてますからね。本当にすごいなと思うぐらい。あれ上に滝の上に登ってる方いるじゃないですか。あれはどういう道なんですか。これはだから高校の時にお店みたいな、脇からこんな細い道路があって、で多分あそこまで行けるんですよ。そうなんですか。あそこからまたこっちに普通は歩いてこれるんですけど、前回知らなかったらそこから降りたらもうすっごい怖くて。そうなんだ。結構急なんですか。こっちからもうこっちも急ですけど、こっちに行ったんですけど、現在は本当に向こうからこっちまで歩いてくれて、でずっと向こうからまた向こう側に降りれるんですよ。じゃあいろんな道があるわけですね。だけど多分今日はダメだと思うんですよ。雨の翌日ってこんなもんなんで、こうなっちゃうんですね。すげえ。でもすごいね、気がされたのがあったんで、この間と戻ってきたんだけど、今日行きたいなと思って。すごいことになってていいと思う。そうですね。よく来られるんですか。パート
はい。まあ2回目なんですけど、めっちゃなんか癒されたんですよ。はい。癒されますね、これ確かに。あまり見れる景色ではないですよね。今、引き温の滝といっても過言ではないような。そう、本当はちょっと手ごねとか、それ以上近いけど遠いから、はい。まあ、ここだと1時間ぐらいで来れるから、え今日は本当に好きですね。え。いや、本当に滝でした。へ本当に何もなかった、え、あ、そうだったんですか。うん、行ってみたいですけどね、ここ。パワーアップに仕事が向こうで、はい。私は自分がいたけど、面白い。テラスに木が貫通してる。道に木が倒れてる。おー、危ね。少し坂を下るとこういった道になります。結構ね、このハウス、目の前にある建物はなんか休憩所みたいな感じかな。ちょっと行ってみましょうか。結構滑りますね。おお、ね。このハウスはなんか休憩多目的スペースって書いてありますね。これは完全予約制って書いてあります。で、階段の幅がですね、すごい狭いので、こう雨が降った日の翌日とか降っている日などはめっちゃ滑りやすいと思います。しかも木なので結構ぬかるんでるんですよね。で、坂を下ると、階段を降りるとですね、こういった養老の滝が広く見渡すことができます。前日、昨日が結構雨降ってたので、水の量がめちゃくちゃすごいことになっているみたいです。見えますか？さっきここの道いたんですけれども、もう水でもう溢れてます。もう靴がねびしょびしょになるくらい水が溜まってまして、全然歩けないです。普段でしたら岩があるじゃないですか。で、ここにですね道があるんですけれども、普通にあの道まで行けるみたいなんですが、今日は誰も行ってませんね。それくらいもう溢れてて全然歩けないです。わ、すごいですね、この量。さっきたまたま会ったおばちゃんが、雨が降る日と降らない日だと滝の量が全然違うっておっしゃってました。回ります。雨が降った日の翌日に行く方は気をつけた方がいいですね。道がすごく滑りやすいですので、ゆっくり歩くことをお勧めします。でもこれがまさに滝っていう感じで、普段はわからないんですけど、僕はこれが普通だと思ってたんですよね。でも晴れてる日とかはもうすごい穏やかみたいなんですよね。あっちに行きたい。よいしょ。行けるところまで行くとこういう景色になります。はい、こういう感じです。
さっき会ったおばちゃんにですね、雨が降るか降らないかで、滝の量、水の量が全然違うとおっしゃってましたね。なんか昨日雨だったので水の量が、すごい増えて、1日経った今でもすごく影響が出てると教えてくれました。気づいたらもう養老の滝だけでもう3時間くらいいました。ちょっともう帰る時間もありますので、今日はちょっとここまでになってしまいますけれども、また菜の花がもうちょっと、綺麗に咲く時期とか、桜の見頃の時期にもまた、養老渓谷のこの旅を、していきたいなと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。今高台に来ました。この高台からでもですね、滝の迫力、水が重なる音ですとか、水と岩が重なる音っていうんですかね、それらの音がこの、荘厳さっていうか、迫力がめちゃくちゃ伝わってきます。はい、じゃあ一回ちょっとまた戻ってバスに乗って帰ります。ではまた。